昔じゃ、不気味度を魅力じゃ。今回は、セガサターンのクロックワークナイト、ペタルッチョの福袋をプレイしていくのじゃよ。このタイトルは、もともとは別々に販売された上下巻がセットになってリリースされたもので、限界までで上巻の部分をクリアしたのじゃ。よって、今回は下巻のステージ1、全体ではステージ5からスタートじゃ。今流れているのは下巻のオープニングムービーで、曲はサルサでペタルッソじゃな。オールキャスト登場でそのままエンディングにも使えそうな賑やかさで、まさにおもちゃ箱をひっくり返したようで本作の雰囲気にぴったりじゃ。福袋に入っている下巻ではこのムービーは流れないのじゃが、メニューにムービー集があるので、そこでいくらでも見ることができるのじゃよ。今のうちに上巻までの物語を簡単におさらいじゃ。玄米仕掛けの人形であるドンガラド・ペタルッチョ3世たちはオルゴール人形チェルシーの不思議な歌の力で夜12時から夜明けまでの時間だけ命をもって自由に動くことができていた。ある時チェルシーが何者かにさらわれるとともに他のおもちゃたちが操られるように暴走し始めた。夜明けまでにチェルシーを取り戻さないとドンガラたちは二度と動けなくなってしまう。ライバルの神社と共に冒険に旅立ったドンガラはなんとかチェルシーを助け出したのだが、なぜかチェルシーは目覚めないままだった。というのが上巻までのストーリーじゃ。この辺りの流れはちゃんとムービーの後半でもダイジェスト的に紹介しているな。これでいきなり下巻から購入したユーザーも安心じゃ。まあそんなユーザーはほぼいないとは思うのじゃが、下巻が発売されたのは1995年7月28日なので、上巻が出てから約7ヶ月後となる。サターンでのゲーム開発ノウハウも蓄積され、前作のテイストはそのままに同じ4ステージ構成といえど確実にボリュームアップしての登場じゃ。せっかく助けたチェルシーは再び何者かにさらわれてしまい、事件は振り出しに戻ってしまったのじゃ。ライバルの神社とともに今度こそチェルシーを助けに行くのじゃよ。原作から暗躍するなどの影といいか、チェルシーをさらいおもちゃたちを操っている黒幕の正体も知りたいところじゃな。ステージ5はキッズルームじゃ。
いわゆる遊び部屋というやつじゃな。洋館でも子供部屋がいくつかあったが、それよりさらにおもちゃだらけな感じじゃな。ドンガラの従者、プルンチョじゃ。洋館と違って下巻はキャラのバストアップが表示されるようになったのじゃよ。キャラクターの動きや表情が多彩に表現されるようになって良いな。下巻から加わった新たな要素の一つがこのトランプじゃ。各エリア内に4枚が隠されていて、トランプの前を通過することで獲得でき、4枚すべて揃えると金のネジがもらえる。エンディングで集めた枚数が表示されるので、ちょっとしたやり込み要素になっているのじゃ。コンプリートすると隠しコマンドを教えてもらえるなどの特典もある。このゴワストアイテムが出る卵もそういえば新しい要素じゃな。今回も基本的に隠しボールがあるエリアは隠しボール狙いでクリアしていくのじゃよ。ただ隠しボールを狙うとトランプのコンプリートはできないので、その点はご了承いただきたい。このくす玉に当てるのはなかなか楽しいのじゃ。実はこのくす玉の上を進むとトランプがあるのじゃよ。ダッシュジャンプがうまくいかないのじゃ。トランプを獲得するにはただ前を通過するだけではダメで、ダッシュで勢いよく通過する必要があるのじゃ。このゴールのボーナスは手前にジャンプ台がついて、上階よりちょっとジャンプするタイミングが分かりやすくなったのじゃ。こういう細かい進化がアクションゲームには大事じゃな。そして次のエリアには前作でもおなじみの強制スクロールじゃ。スピード感はもちろん、奥のルートに行ったりなど奥行きを使った仕掛けも多くて、わしが好きなステージじゃ。ただいきなり道が途切れたりとか、分岐の判断が間に合わないとか、初見殺しなところもあるのじゃ。上のルートを進み、さらにこの分岐で奥のルートに進む。一応道が途切れる手前には標識で教えてはくれている。こ
これで隠しゴールでクリアじゃ。ジンジャーの相場であるシルバーがボス戦のエリアに銅のネジを置いてくれるのじゃよ。そしてこのままステージ5のボス戦に突入じゃ。ソリティアは実はトンガラのことが好きらしい。それなのにチェルシーに憧れるトンガラにアドバイスをするというけなげさがなけるのじゃよ。結構アピールしているな。ステージ5のボスはファンキースネーキーじゃ。その名の通りファンキーな BGM に乗せたシャウトが活かすのじゃ。ブロックでできた体をくねらせながら動き回ることでより立体的な動きに見せているのじゃよ。そして先ほどのソリティアのアドバイスの通りマイクの部分のみにダメージ判定がある。体のブロック部分に触れてしまうとこちらがダメージを受けてしまうので注意じゃ。特に気をつけたいのはこの体を使った縄跳び攻撃じゃ。タイミングよくジャンプで避けながらマイクを攻撃するのじゃよ。よし、倒したのじゃ。この最後の演出も BGM に合わせていて良いセンスじゃな。そして上巻と同様にクラウンを使ったルーレットもあるのじゃ。まあ相変わらず普通にプレイしていても残機は増えやすいので無理にルーレットを頑張る必要はない。ありゃ、外れじゃ。上巻よりは目押しがしやすくなったという話もあるんじゃが、わしにはあまり変わらないんじゃよ。続いてステージ6は勉強部屋じゃ。
ジンジャーはファンキースネーキーに勝てなかったらしい。何気にアドバイスをくれたりするいいやつなんじゃよ。本作に足りないと感じるのはドンバラにとって強力なライバルの存在じゃな。本来であればジンジャーがライバルだったのじゃろうが、ジンジャーとは敵対関係ではないし、いいやつすぎるんじゃよね。マリオにとってのクッパ、ソニックにとってのエッグマンのように、シリーズを通しての好敵手は大事なのじゃよ。このエリア1は大砲を使って手前と奥をうまく行き来するのがポイントじゃな。ここにもトランプがあったのじゃ。奥にワープできる箱が見えるな。これがジンジャーが言っていた動かせる紅茶缶じゃな。今回はトランプのコンプリートとかは狙っていないので、奥のルートには行かずサクッとクリアを目指すのじゃ。この大阪弁はジンジャーの従者のルポンじゃ。こいつもなんだかんだとヒントをくれるのじゃよ。上巻に続き、伊藤智之氏がディレクターを務めている。さらにテクニカルディレクターとして、マスターシステムからドリームキャストまでセガの技術的な基盤を支えた浅井俊成氏が加わっている。オンラインゲーム黎明期にぐるぐる温泉のネットワークシステムにも協力し、今もなおゲーム開発に携わっているのじゃ。さらにドラゴンフォースなどでもトプロデューサーを務めた田中浩司や、原作でキャラクターデザインを務めた向山俊之氏や沓沢隆一郎氏も参加している。向山俊之氏といえばエターナルアルカディア、そして沓沢隆一郎氏はパンツァードラグーンやバッケンローダーなどでイラストを手掛けており、その後は漫画家やイラストレーターとしての活躍が有名じゃな。まるで最初から一つのゲームだったかのような統一感を出しつつ、演出やゲーム性の強化、ボリュームアップを成し遂げるというバランスの取れた仕上がりは、この安定感のあるスタッフだからじゃろうな。あまりに当たり前に実現されていて気がつきにくいが、短期間で作り上げた続編としてこれはすごいことだと思うんじゃよ。このエリア2の隠し
しゴールはここの箱に入るのじゃ。そして箱から下に落ちた時に右側に寄ってこの箱に入るようにするのがポイントじゃ。あからさまに怪しいろうそくとライター。これはもうすべてのろうそくに火をつけるしかないな。持っているだけで敵を倒せるのが便利じゃな。この上のろうそくがちょっと見つけにくいのじゃよ。落ちてしまった。よし、これで全部じゃ。すべてのろうそくに火をつけると、ここにロケットが登場する。これでエリアには隠しゴールでクリアじゃよ。ジンジャーはわざわざボスのエリアに銅のネジを置いて戻ってきたらしい。チェルシーを助けるよりドンバラとの勝負を優先しているように見えるんじゃが、いいんじゃろうか。本来の目的を忘れてそうじゃな。ドンバラの父のオネホンドペタルッチョ2世じゃ。ステージ6のボス、ペーパーモーフィーを倒すヒントを教えてくれるのじゃよ。このボスは1枚の紙がいろいろと変形して襲ってくる。最初はゴリラじゃ。近づきすぎると捕まって投げられるので気をつけるのじゃ。あとは一度奥に行った後に腕を広げてジャンプしてくるので、これもしっかり避けておきたい。2番目の変身は今日じゃ。いや、ドラかな。こいつは触ってもダメージがないので割と楽勝じゃ。
されて壁との間に挟まれないようにすれば問題ない。ひっくり返った時にここぞとばかりに攻撃しておくのじゃよ。それにしても紙というポリゴンの特性をうまく使いつつ生き生きとした表現が良いな。難易度を上げるとどのボスも攻撃パターンが増えるので結構楽しめるのじゃよ。最後の変身はコウモリじゃ。オネオンのアドバイスの通り直接攻撃ではなく攻撃を避けてから卵を当てていくのじゃ。無理はしないでまずは確実に避けて焦らずチャンスを狙うことじゃな。これでステージ6もクリアじゃ。エンディングまで残り2ステージじゃが今回はここまでじゃ。では次回もよろしくな。